日本に派遣される英国クイーンエリザベス空母打撃群の陣容。英国政府及び米国政府は、2021年1月に、最新鋭空母 HMS クイーンエリザベス R08 を中心とする英国王立海軍第21空母打撃群に、イージスミサイル駆逐艦 USS ザ・サリバンズ DDG-68 と海兵隊の F-35B 戦闘機10機が参加すると発表しました。その後、オランダ王立海軍もフリゲート艦を合流させることを発表。その後、ドイツもフリゲート艦を合流させることを発表しています。正式な出港日は4月から6月とされております。英国が空母打撃軍を派遣と報じられておりますが、NATO 軍が空母打撃軍を派遣とした方が正しい陣容になると思われます。現時点で打撃軍の編成内容は、詳細の内容は不明ですが、昨年の秋の演習時とほぼ同じ陣容になると思われます。秋の演習時の編成は以下の通りでした。派遣される艦艇はおそらく同じとなるでしょう。でないと演習の成果が反映されにくくなります。艦が入れ替わるとしても、艦クラスは同じとなるでしょう。そして、派遣艦隊には、ドイツのフリゲートも参加することになりますので、派遣時の編成は演習時より増えるでしょう。2020年演習時編成。英王立海軍空母クイーンエリザベス。ミサイル駆逐艦ダイヤモンド。ミサイル駆逐艦ディフェンダー。フリゲート艦ケント。フリゲート艦リッチモンド。米海軍ミサイル駆逐艦ザ・サリバンズ。オランダ海軍フリゲート艦エバーセン。英王立海軍補給艦ポートビクトリア。英王立海軍給油艦タイドフォース。トラファルガー級またはアスチュート級の攻撃型潜水艦が1隻。2021年派遣時編成。英王立海軍空母クイーンエリザベス。ミサイル駆逐艦45型2隻。フリゲート艦23型2隻。米海軍ミサイル駆逐艦ザ・サリバンズ。オランダ海軍フリゲート艦デセーベン・プロビンシェン級1隻。ドイツ海軍フリゲート艦ハンブルグ。英王立海軍補給艦ポートビクトリア級。英王立海軍給油艦ハイド型。トラファルガー級またはアスチュート級の攻撃型潜水艦が1隻。演習時の編成は10隻でしたが、派遣時はドイツ艦が追加されますので、最低でも11隻となるでしょう。艦隊に随伴する攻撃型潜水艦は、演習時は艦種も名称も不明でしたが、派遣時は発表されるかもしれません。部隊名は、第21空母打撃群キャリアーストライクグループ21になると思われます。それでは、個別の艦について少し考察します。空母クイーンエリザベスには40機の F-35B が搭載可能ですが、派遣時は F-35B の数が揃っておらず、英空軍の1個飛行隊 F-35B16 機前後に、米国海兵隊の F-35B10 機が搭載される見込みです。なぜ、英空軍の機体かと言いますと、英海軍の機体は2023年以降に納入予定であるためです。英空軍は2019年からクイーンエリザベスで発着艦の訓練を行っていますので、運用は十分に可能と思われ、英海軍の機体が揃うまでは、英空軍部隊が空母に搭載されるようです。随伴する艦艇ですが、護衛艦として、英海軍からミサイル駆逐艦である45型が2隻、少し旧式ですが、23型フリゲート艦が2隻、攻撃型原子力潜水艦が1隻、派遣されます。同盟軍からは、米海軍のイージスミサイル駆逐艦が1隻と、オランダのフリゲート艦が1隻、ドイツのザクセン級フリゲート艦が派遣されます。支援艦艇としては、英海軍より
補給艦と給油艦が1隻ずつ派遣されます。艦隊防空は、米海軍のイージスミサイル駆逐艦が主に担い、オランダ、ドイツ1隻ずつの汎用フリゲート艦が、艦隊防空を補助的に担いつつ、対艦任務にも従事すると思われます。英海軍のミサイル駆逐艦2隻は、空母と支援艦の両艦防空を担い、英軍のフリゲート艦2隻が対戦線や対艦、哨戒任務を、オランダ、ドイツ1隻ずつの汎用フリゲート艦と共に担うと想定されます。オランダ、ドイツのフリゲート艦は、比較的性能も高く、汎用性も高いので、艦隊防空を補佐しつつ、他の任務もこなすことになるでしょう。米国のイージスミサイル駆逐艦、アーレイバーク級はよくご存知だと思いますが、この艦が艦隊防空の主任務を担うと思われます。他の艦について少し補足しておきます。英海軍の45型駆逐艦は、窒化ガリウム素子を使ったアエサレーダー、サンプソンを搭載しており、探知距離は 105km で、射程 20km のアスター30で両艦防空、射程 10km のアスター15で補艦防空を担います。VLS は48セルです。それ以外の兵装としては、55口径 114mm 単装砲1機、75口径単装砲2機、20mm ファランクスシウス2機と、ヘリを1機搭載しています。対艦兵装は搭載しておらず、防空任務に特化した艦です。ミサイルの射程が短く、艦隊防空は厳しいと思われ、空母と支援艦の両艦防空に専念する形になるかと思われます。同じく、英海軍の23型フリゲート艦2隻はパラボラ式3次元レーダーを装備しており、互艦防空用に、射程 10km のシーウルフ GWS26 単サムを VLS32 セル装備。艦首ソナーと曳航式ソナーを装備しており、対戦兵装として単魚雷発射艦2機を装備しています。対艦兵装として、ハープーン SSM4 連装発射機を2機搭載しており、艦隊の対戦と対艦、哨戒任務の主力となります。オランダ海軍のデゼーベンプロビンシェン級フリゲートは、アエサレーダーを装備し、150km の探知距離を持つ、SM2 と ESSM 防空ミサイルを40セル搭載しています。54口径 127mm 単装速射砲1機、ゴールキーパー 30mm シウス2機にハープーン4連装発射塔2機を搭載し、艦首ソナーと単魚雷発射艦2機とバランスの取れた艦です。長射程の SM2 で、アーレイバーク級の艦隊防空任務をサポートしつつ、対艦、哨戒任務などをこなせる汎用艦です。ドイツ海軍のザクセン級フリゲートは、オランダ海軍のデゼーベンプロビンシェン級フリゲートとほぼ同等の性能と兵装を持っている汎用艦です。アエサレーダー防空ミサイルは、デゼーベンプロビンシェン級フリゲートと同じで、ミサイルセルは32セルです。62口径 76mm 単装速射砲1機、シーラム21連装発射機2機にハープーン4連装発射塔2機を搭載し、艦首ソナーと単魚雷発射艦2機を搭載し、ヘリを2機搭載しており、対戦線能力の高い汎用艦です。長射程の SM2 で、アーレイバーク級の艦隊防空任務をサポートしつつ、対艦、哨戒任務などをこなせる汎用艦ですが、ヘリ2機を搭載しており、艦隊の対戦線の主力を担うこともできます。攻撃型潜水艦は、英国海軍の攻撃型原子力潜水艦が派遣される予定で、旧式のトラファルガー級か、最新型のアスチュート級のいずれかになると思われますが、アスチュート級は、まだ1隻しか就役しておらず、3隻が稼働中のトラファルガー級になるのかもしれません。トラファルガー級は、水中排水量の1200トンの中型潜水艦で、建造された7隻のうちの4隻は退役しています。基本的には対戦任務に従事し、艦隊を守りますが、魚雷は無論のこと、対艦ミサイルとトマホーク巡航ミサイルを装備しており、対地攻撃能力も有しています。
事実上の NATO 軍の台湾、日本への増援派遣となります。横暴の限りを尽くす CCP に非常に強いメッセージを与えることでしょう。場合によっては、日本の護衛艦隊からも艦艇が合流する可能性があるかと思います。艦隊の中に米艦艇が入っていますので、米艦防御任務を行える状況ですし、艦隊を派遣してくださる欧州の皆様、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.